今日は世間のもっと投資しろ、目指せ1億円という煽り運転のような風潮に疲れてしまった50代のあなたへ、ある重要な卒業証書をお渡ししたいと思います。単刀直入に言います。もしあなたが今懸命な努力の末に資産2000万円に到達したのならおめでとうございます。あなたの老後資金問題は事実上解決しました。もうこれ以上常に火を灯すような節約をして必死になって毎月の給料から入金する必要はありません。あなたは今日投資を卒業してもいいのです。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。今画面の向こうで船長、何を言っているんだ。2000万円ポッチで足りるわけないだろう。インフレもあるし、もっと増やさないと不安だ。そんな反論の声が聞こえてきそうです。おっしゃる通りです。少し前まで老後2000万円問題と騒がれていましたが、昨今の物価高を見ればそれだけで十分とは言い切れません。不安になる気持ちは痛いほどわかります。しかしだからといって亡くなる直前まで今のペースで必死に働き、必死に節約し、必死に投資し続ける生活をあなたは本当に望んでいるのでしょうか。50代も半ばを過ぎれば体力は落ち、気力も続かなくなってきます。残された健康寿命はあと15年、20年かもしれません。そんな貴重な時間を終わりのない資産拡大ゲームの奴隷として費やしてしまって本当に後悔しませんか。今日は資産2000万円を超えた懸命なあなたが目指すべき正しい投資のやめ方と、日本人が最も苦手とする資産の取り崩し術について徹底的に解説します。この動画を見終わる頃にはあなたの肩から重たい荷物が降りて、あ、もう十分頑張ったんだと心から安心できるはずです。ぜひ最後までリラックスしてご覧ください。さて、本題に入りましょう。まず、私が提案する投資の卒業という言葉の真意について誤解のないように説明しておきます。卒業といっても今持っている投資信託や株を全額売却して現金化しろという意味では全くありません。絶対に売ってはいけません。運用はなくなるまで続けてください。私が言う卒業とは毎月の必死の入金をストップするということです。これまでは給料が入ったらまず財形貯蓄やiDeCo、NISAに月5万円、10万円と天引きで入金していたと思います。欲しいものを我慢し、ランチを節約し、飲み会を断り、ボロボロのスーツを着て、なんとか捻出してきた汗と涙の結晶です。その新規の入金をもうやめていいのです。なぜか。理由はシンプルです。あなたが作った2000万円という資産をもう自力で成長できる大人になったからです。わかりやすくシミュレーションしてみましょう。例えば今55歳のあなたが2000万円を S&P500 や全世界株式といった王道のインデックスファンドで運用しているとします。過去の平均的なリターンである年利 5% で運用しながらそのまま放置したとします。追加の入金は一切しません。1円も足しません。10年後、あなたが65歳で定年を迎える頃、この2000万円はいくらになっていると思いますか。なんと約3250万円になっています。何もせずたが寝かせておいただけで1250万円も勝手に増えてくれるのです。さらにもし70歳まで運用を続けたなら資産は4150万円を超えます。2000万円が勝手に倍になるのです。これが複利の力であり、あなたが今まで頑張って作った資産という名のエンジンの威力です。2000万円という金額はそれ単体で巨大な雪だるま式に増えていく臨界点を超えているのです。もう
あなたが汗水垂らして手動で回す必要はないのです。お金に働いてもらうステージはもう完成しているのです。これをアメリカのファイヤームーブメントではコーストファイヤーと呼びます。コーストとは惰性で進むという意味です。自転車を想像してください。最初の漕ぎ出しはめちゃくちゃ重いですよね。でもスピードに乗ってしまえばペダルを漕ぐのをやめても自転車は勝手に進んでいきます。あなたは今まさにこのコーストファイヤーの状態に到達したのです。必死にペダルを漕ぐ時期は終わったのです。では入金をやめて浮いた月5万円10万円のお金をどうするのか。ここが一番重要です。この使い道こそがあなたの人生の幸福度を決めます。答えは一つ。今を楽しむために使ってください。今まで我慢していたちょっといいレストランでの食事、夫婦での温泉旅行、趣味の釣り道具やカメラの買い替え、孫へのプレゼント、あるいは家事代行を頼んで奥様を楽にさせるのもいいでしょう。そういった人生の彩りのために罪悪感を持つことなく使ってください。老後のためにと今の楽しみをすべて先送りにして65歳、70歳になった時、あなたは今と同じようにステーキを美味しく食べられますか？足腰の痛みを気にせず海外旅行に行けますか？感性は年齢とともに確実に衰えます。あなたは十分すぎるほど頑張ってきました。それだけの資格があるのです。未来のために現在を犠牲にする生き方はもう今日で終わりにしましょう。しかしここで多くの真面目な日本人がぶつかる巨大なメンタルブロックがあります。おそらくあなたもこの壁にぶつかるはずです。それが資産を取り崩すことへの恐怖です。入金をやめるどころか老後にせっかく貯めた資産が減っていくのが怖い。一度手をつけたら底をついてしまうんじゃないか。もし暴落が来たらどうするんだ。この恐怖心は想像以上に根深いものです。私たちは子供の頃から貯金は善、浪費は悪と教わってきました。お金を貯める方法は学校や社会で嫌というほど教わりますが、使い方、特に資産の減らし方なんて誰も教えてくれませんでした。だから怖いのは当然です。その結果何が起こるか。多くの高齢者が数千万円の資産を抱えたままお金がないと質素な生活を続け、スーパーの見切り品を買い冷暖房を我慢し、結局一度も使うことなくなくなっていく。そして墓場で一番のお金持ちになるのです。そんな虚しい最後をあなたは迎えたいですか？お金は使って初めて価値が生まれるただの引き換え券です。通帳の数字を眺めてニヤニヤするためだけにあるのではありません。あの世には1円たりとも持っていけません。ではこの取り崩しの恐怖を克服し、賢く資産を使っていくにはどうすればいいのか。資産を枯渇させずに人生を楽しむための具体的なテクニックをお伝えします。それが定率取り崩しという方法です。有名な 4% ルールもその一つです。これは資産額の丸%を毎年取り崩していくというルールです。例えば2000万円の資産に対して毎年 4% ずつ取り崩すと決めます。1年目は2000万円の 4% なので80万円を使います。月にならすと約6万6千円です。この80万円は年金の足しにして生活費を補填したり旅行に使ったりしていいお金です。罪悪感を持つ必要のないご褒美枠です。そして残りの1920万円はそのまま運用を続けます。ここがポイントです。現金で持っているのではなく運用しながら取り崩すのです。過去のデータでは株式市場は平均して年5から 7% 成長します。つまり 4% 取り崩しても理論上は
資産は減らないどころか、増えていく可能性すらあるのです。もちろん、相場が悪くて資産が減る年もあれば、取り崩せる額も減ります。逆に、相場が良ければ、使える金額も増えます。この定率の最大のメリットは、資産がゼロになるリスクを極限まで減らせることです。定額、例えば毎年100万円で取り崩すと、暴落時に資産が一気に枯渇するリスクがありますが、定率なら資産が減れば引き出し額も減るので、タンクの水が減ったら蛇口を絞るように、資産の寿命を自動的に伸ばすことができるのです。大切なのは、使えるお金の目安がわかることで、漠然とした不安が消えるということです。今年はこれだけ使っていいんだとわかれば、安心して旅行の計画も立てられます。そしてもう一つ、究極のマインドセットをお伝えします。それは、亡くなる時に資産がゼロになるのが理想だと割り切ることです。これをダイウィズゼロと言います。もちろん、計算通りにぴったりゼロにするのは不可能ですし、葬儀代や多少の遺産は残したいかもしれません。でも、増やし続けなければならないという呪縛から、使い切ってもいいんだ。自分の人生のために使い果たしてやるんだ。という思考にシフトするだけで、人生の景色は劇的に変わります。2000万円という資産は、あなたが安心して老後を楽しみ、人生の最後にいい人生だったと笑って旅立つための最強のパートナーなのです。どうかそのパートナーをただの数字として通帳の中に閉じ込めないでください。外の世界に連れ出して一緒に思い出を作ってください。美味しいものを食べさせ、綺麗な景色を見せてあげてください。多くの人はお金を貯めること自体がいつの間にか目的になってしまっています。しかし人生の目的はお金持ちになることではなく幸せに生きることのはずです。あなたは2000万円という大きな切符をすでに手にしています。あとはその切符を使ってどんな旅をするかを考えるだけです。不安なニュースや煽り動画に惑わされないでください。彼らはあなたの不安を煽ることで再生数を稼いだり商品を売りつけようとしているだけです。あなたはもう十分に持っています。十分に頑張りました。だから胸を張って投資のアクセルを緩めてください。そして人生を楽しむアクセルを踏み込んでください。50代からの人生はお金を増やす時間ではありません。お金と思い出を交換する時間です。今日があなたの投資家としての卒業式であり、人生を楽しむ達人としての入学式になることを心から願っています。まとめましょう。資産2000万円に到達した50代のあなたへ。第一に、必死の入金はもう卒業してください。あなたの資産はもう自力で育つ力を持っています。コーストファイヤーの状態に入ったことを祝福しましょう。あなたはもう自由なのです。第二に、浮いたお金で今を楽しんでください。健康な体に勝る資産はありません。50代の今しかできない経験にお金を使ってください。その思い出は誰にも奪われない資産になります。第三に、取り崩しの恐怖を乗り越えてください。定率取り崩しという技術を使えば、資産の寿命を伸ばしながら豊かさを享受できます。墓場で一番の金持ちになることほど悲しいことはありません。投資はあなたの人生を豊かにするための手段であって目的ではありません。2000万円というゴールテープを切ったあなたはもう次のステージに進んでいいのです。それはお金の心配から解放され、自分の本当にやりたかったことに時間を使う真の自由を謳歌するステージです。このチャンネルではこれからも単にお金を増やすだけでなく、どう使えば幸せになれるのか、人生の後半戦を最高のものにするための知恵を本音で発信していきます。お金の呪縛から解き放たれたい方、賢く資産を使って
人生を楽しみ尽くしたい方、ぜひチャンネル登録をして、私と一緒に新しい航海へでかけましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。